はようございます。テイラです。今回は前回の動画で、設計編をご紹介したラゲッジルームリメイクの制作編です。主に新規に製作する部品にフォーカスを当ててご紹介します。まずは 3D プリントで製作するこちらの4部品。形状がフィックスした7月末頃に DMM へ発注しました。部品が到着したのはお盆連休中でした。仕上がった部品をチェックすると、板厚を 2mm かつリブ形状も内部が成形時の熱で変形していました。これは失敗。やはり樹脂物なら板厚 3mm は必要ですね。早速ラゲッジへ取り付け開始。トランクサイドトリムとの合わせがややよろしくない感じに、このズレが後に問題を引き起こします。現物と CAD を行ったり来たりしながらロワの立て付けが大体できました。事前に買っておいた乳白色のアクリル板を加工。手曲げに挑戦しましたが精度がいまいちでした。後で直したい。アッパーはカムロックファスナーを組み付けて乗せるだけなので大したことありません。続いて木造部品です。サイドボードと内部の構造体はコストカットのために木造で頑張ります。図面と型紙を起こしてサイドボードを製作。9mm の MDF4 枚重ねです。もう少し肉抜きしてやればよかった。構造体の方は今まで作ってきたものたちの端材を再利用。立て付けを確認しながら調整してトランクサイドの一連の部品が組み上がりました。アッパーを外せば中にちょっとしたものを収納できます。この機構を織り込むにあたって簡単に付け外しができるようにしたいと思い、カムロックファスナーを使ってみました。結果は狙い通りの効果を得られました。非常に便利ですこれ。ただカムロックファスナー自体は素晴らしいのですが、私めの設計ミスで手前のロールケージ風スピーカーグリルを外さないと取れない構造になってました。ハゲタコエンジニアリング。おまけに左側メインで形状検討していたので右側の精度が微妙でちょっと苦労しました。ハゲタコエンジニアリング。何はともあれ、組み付けが可能な状態になったので、ラゲッジはこの状態で一旦止めて、室内のカスタムに入りました。その様子は次回の動画でご紹介します。いろいろ語りたいこともあるので、室内も一通りやった状態で、9月の中間マイルストーンだった KFGM にて、お披露目。年内の最終目標は10月のローカリズム北米野郎だったので、そこに向けて再びラゲッジの作業を再開しました。ここからの作業は主にレザー巻きです。室内の巻き替え作業から時間が空いていたので勘を取り戻すために形状のシンプルなアッパーから着手しました。トランクアームが収まるところは黒のフェルト生地を貼っておきました。続けてサイドボード。色味で選んだ生地は厚く柔らかいもので、この特徴に苦しめられました。ヘコ R で回し輪になることなること。この形状に対するベストな貼り方が分かりませんでした。後で直したい。そして最大の難所、ロアです。ヘコ R とその奥に窓まであるというとても貼りにくい形状です。生地の特性として加熱することで軟化して伸びやすくなります。これを利用してヒートガンで加熱し、角めがけて思いっきり引っ張る、加圧する、熱圧成形に挑戦しました。のトライを経て本番、なんとか形になりました。あとはウーファーボックスと化粧板も巻いて完成しました。下には白いフェイクファーを敷きました。かわいい。化粧板の色の切り替え位置がちょっとずれてしまったので後で直したい。そしてここまで来て問題が発覚します。トランクが閉まりません。原因としては CAD にトランクリッド取り付けボルトが織り込まれていなかった。CAD にレザーの厚みが織り込まれていなかった。ベースプレートが外へ向かって数ミリ反っていた。
この3点が考えられます。1番については、超低筒の六角穴付きボルトで干渉量を減らしました。2番3番については今後、ベースプレートを 12mm から 9mm に変更することで解消される見込みです。現在、この怒涛のカスタムの反動ですっかり燃え尽き症候群なのでこれ以降の作業に手がついていません。次のマイルストーンは来年5月のウィップフェストです。それまでにはもう少し進めたいなと思っています。動画も年内にもう1本出したいと思っています。そんなわけで次回は車室内のカスタムのお話です。以上、ご視聴ありがとうございました。